はい、こちらはカインダブルーです。だいぶ前からつぼみは膨らんでたんですけども、気温が足りなかったのか、一番花がだいぶ遅くなりました。まだ他にもいくつか一番花つぼみのままの子がいます。でもこの子もだいぶ遅咲きの方の子なんじゃないかなと思いました。お花を近づけてもちょっと香りはわかりません。コロコロとした割と少林な感じですね。この子も今年初めて咲かせてみたバラです。商品の説明には大輪系って書いてありますね。10センチあるそうなんですが、5センチぐらいですね、今咲いているこの子は。あまり本調子でないんですかね。そんな気もします。全体像としてはこんな感じで、この子もかなり横張りに育っています。ちょっとお花が開くのに時間がかかったんですけれども、まとまってたくさん咲いてくれて可愛いなと思いました。はい、こちらはゲーテローズです。ここ最近少し調子が悪いようです。今回も一番花なんですけども、いつもよりお花が小ぶりで、花数も少なくなっているようです。枝枯れもまだまだ続いています。この辺とか枯れてますね。お花を近づけるととってもいい香りですけれども、いつもよりなんとなく軽い香りのような気がします。いつももっと濃厚な香りだったような気がします。そしてここにいましたボレロとかにもよくつく豆粒のような、ごま粒ですね。ごま粒のような黒い丸い虫。これ何なんですかね。これです。何でしょう。全体像としてはこんな感じです。枝枯れで随分小さくなりました。はい、お隣に先日ご紹介していた先に咲いていたゴスペルを持ってまいりました。確か昨年の春も2つのお花を比べたと思うんですけれども、もう明らかにお色が違いますね。お花の色が。昨年はまだゲーテローズの方ももう少し濃いお色で咲いてくれていた気がします。ちょっと遠近感ついちゃってますけども、お花の大きさはゴスペルの方が少しやっぱり大きいです。はい、こちらはエモーションブルーです。この子もバラを始めた当初からうちにいてくれる子です。お花を近づけても今はちょっと香りが分かりづらいです。でもこの子も香水か何かになったと思います。ローズシナクティフとかいうお名前に
大人の事情でその香水か何かの販売の事情でお名前が変わったんですよね、確か。全体像としてはこんな感じです。この子も数年前から眼腫を患っているので、ちょっと挙動がおかしいところがあります。眼腫のせいもあって香りがあまりわからないのかもしれません。エモーションブルーはこの子もだいぶ遅咲きのバラという認識でいいのかな。咲き始めは割とどの子よりも早く咲き始めています。こうしてまとまって咲いてくれるのが今になったっていう感じなんですけれども、5月の終わりくらいから一輪また一輪っていう感じで咲き続けてくれています。はい、こちらはポンポネーラです。この子も鉢植えてどうなのっていう感じですよね。ものすごくコンパクトになっています。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。鉢でコンパクトに育てたいというのはあるんですけれども、この子は枝を伸ばそうとしても枝枯れをしちゃって、私は伸ばせないでいる子なんですよね。地植えにしたら自由に伸びてくれるのかなとも思っています。お花を近づけても香りはちょっとよくわかりません。もともと美香という評価の子だったと思います。はい、こちらはランタンシトロイユ一番花の続きが咲いていました。先日一番花が咲きましたとご紹介させていただいたときに、背後の方でつぼみができかけていたのが今のこのお花です。一番花の続きという感じです。急に8月みたいに暑くなったからか、お花がなんとなく夏花っぽい気がします。香りはお花を近づけてもちょっとよくわかりません。全体像としてはこんな感じです。それから先日、この子も割とお花持ちが良かったと思いますって話したと思うんですけども、今年はそうでもないみたいです。今年はいつもより花数が多い代わりに、お花もちょっと小さめな気がしますし、お花持ちも3日ぐらいで一つのお花は終わっちゃうような感じになってます。はい、それからこちらはロザリウムウッテンセンの1号の2番花です。この子は繰り返し咲きだからか、ものすごく早く2番花のつぼみをつけてくれました。お花を近づけても香りはちょっとよくわかりません。全体像としてはこんな感じで、下の方にもつぼみがまだまだたくさん控えています。
2番花はちょっとお花の大きさは1番花よりも小さめになってますけれども、お花数は多くなってくれるようです。楽しみです。はい、こちらはカーディナルフュームの2番花です。このワイルドな雰囲気が大好きなバラです。この子も繰り返し咲きだからか、2番花の準備がとても早くて、1番花のお花を咲かせながら、もうその脇芽からつぼみが出てくるような感じで、もう赤い新芽がどんどん出てきていました。全体像としてはこんな感じで、花枝もだいぶ長くなっています。花枝のステムは長いですが、しだれるようなことがなく、割としっかりと上の方を向いて咲いてくれています。この子もお花を近づけてもちょっと香りはよくわからないんですが、それと夕方なので閉じてきちゃってるのがあると思うんですが、黄色い可愛いしべを見せて咲いてくれる子です。本日ご紹介したバラを集めてみました。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。